四つ葉日本語大学へようこそ。Selamat datang di Universitas Nihongo Yotsuba. Mari kita belajar bahasa Jepang bersama. 今日のテーマhari ini 四季 empat musim four seasons。皆さん、こんにちは。四つ葉です。今日は日本の季節についてお話をします。日本には4つの季節があります。春、夏、秋、冬の4つです。春夏秋冬とも言います。まず、春についてお話しします。春は気候が暖かくなります。桜の花が咲いたり、様々な花が咲きます。また、昆虫、虫が冬眠から目覚めます。色とりどりの花が咲いて、蝶々が飛んでいたり、アリが餌を探して歩いていたり、見かけるのがとても嬉しいです。ワクワクします。日本人は毎年桜の花が咲くのをとても楽しみにしています。そして桜の花が咲くと花見をします。綺麗な桜の花を見ながら美味しい食べ物を食べたり、友達や家族と楽しく過ごしたりします。外国人の方々からも桜の花を見てみたい。日本に行って直接桜を楽しみたいというメッセージをいただくことも多いです。次は夏についてお話しします。日本の夏はとても暑いです。昔に比べたら気温がどんどん上がっているように思います。35度から40度ぐらいまで気温が上がるので、とても暑くて熱中症に気をつけなければなりません。ですので、旅行などで夏に日本に来る場合は、熱中症や体調に気をつけてほしいと思っています。夏の楽しみは、海が好きな人は海水浴、海で泳いだり、マリンスポーツを楽しんだり、また、日本の伝統的なお祭りを体験できると思います。あと、花火ですね。花火大会が夏に開催されることも多いです。日本の花火はとても
風情があって、様々な色や形の美しい花火がたくさん見れるので、日本人はやはり毎年楽しみにしています。ですので、夏はとても暑くて、体調には気をつけなければいけないですが、お祭りや花火、マリンスポーツ、プールなど楽しむことができると思います。四つ葉日本語大学。次に秋についてです。秋は気候が涼しくなってきます。気候が涼しくなってくると、空気や風がとても心地よくて、お散歩をしたり、自然と触れ合ったりすることがとても楽しくなります。秋には美味しい食べ物もたくさん取れるので、食欲の秋とも呼ばれます。さつまいもや栗、きのこ、かぼちゃなど、ぶどうもそうかな。美味しい食べ物がたくさん取れます。また、葉っぱの色、木の葉っぱの色が変わります。葉っぱの色が緑から黄色、赤などの色に変わります。紅葉と言います。木々の葉っぱが黄色や赤に変化した紅葉の景色も日本ならではの美しさがあると思います。例えば、神社やお寺などと紅葉が合わさった景色はとても風情を感じられると思います。日本ならではの美しさを感じますね。涼しい気候の中で美しい紅葉を見に行くという楽しみがあります。実は今年の秋はなかなか涼しくならなくて、ずっと気温が高い日が続いていました。ちょっと変な気候だなと思っていました。ずっと暖かかったので、なかなか葉っぱの色が変化しなくて、紅葉が遅れている状況でした。今は綺麗な紅葉が見れていると思います。最近まで暖かい日が続いていて、なかなか涼しくならなくて、びっくりしていました。最近やっと寒くなってきました。最後に冬についてです。日本の冬は
とても気候が低く寒いです。雪が降る地域もあります。東京は稀に雪が降るぐらいです。私は個人的には寒さが苦手です。ですので、冬はちょっと苦手です。でも、冬が好きという人もいます。例えば、スキーやスノーボードなど、雪のスポーツが好きな人、やってみたい人は、冬は楽しめるかなと思います。雪がたくさん降り積もる地域としては、長野県や新潟県、北海道などだと思います。ですので、スキーやスノーボード、また雪を楽しみたい方は、日本の冬がおすすめです。四つ葉日本語大学。日本の季節は、春、夏、秋、冬の4つがあります。季節としては、基本的に3月から5月が春、6月から8月が夏、9月から11月が秋、12月から2月が冬とされています。春は暖かい、夏は暑い、秋は涼しい、冬は寒いと言われていますが、絶対にその気候で安定しているわけではなく、暖かい日、涼しい日、暑い日、寒い日があります。また雨が降る日もあれば、晴れの日もありますし、6月前後は梅雨といって雨が多く降る時期があります。梅雨にはアジサイの花がきれいに咲きます。青や紫のアジサイの花が咲き誇る景色はとても美しいので、ぜひ見に来てほしいなと思います。私は春が一番好きです。子供の頃、夏が一番好きでした。大人になってからは春が一番好きになりました。もし日本に旅行に行きたい、観光したいという方がいましたら、私個人的には春や秋をおすすめしたいです。気候が、暖かい、涼しい時なので、心地よく、気持ちよく
過ごせるかなと思います。ですが、夏であれば、夏の楽しみ、海や伝統的なお祭りや花火などを楽しむこともできますし、冬は雪や寒さ、冬のスポーツなどの体験ができるので、そのような希望がある方には、夏や冬を選ぶという選択肢もあると思います。もし、お仕事や留学などで日本に長期、長く滞在される場合は、春、夏、秋、冬、春夏秋冬、4つの季節を全部楽しんでいただきたいなと思います。皆さんはどの季節を体験したいですか？またはすでに日本に来たことがある方、住んでいる方はどの季節が一番好きですか？ぜひコメントで教えてください。また何か質問がありましたらコメントください。少しでもお役に立ちましたら、いいね、チャンネル登録もお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。四つ葉日本語大学